おやおや。私の暗い工房の窓を叩いたのは君ですか？お入りなさい。迷い人よ。私は林道ダリア。ただの浪人教師です。さあ、入って入って。ここはですね、近代の光から見放され、石造りの陰鬱な街並みと、裏社会の帰国という異能が支配する旧市街地の片隅。君のような無垢な人間が迷い込むには、少々毒が強すぎる場所ですよ。さあ、入って。案内します。かといって、部屋に入らないという選択肢はないですよね。だって、君はこれを止めることができない。君がこの三角のボタン、それか今聞いているものの削除しない限り、この話は進んでいく。どうします？いや、来てください。ああ、そう怯えることはないですよ。私はこうして赤い赤い蝋人形を作って静かに生計を立てている無害な芸術家に過ぎないから。君も街の噂を聞いてここへ？うん。いや、私の作る赤い蝋人形に関してですが、絶対に災悪を退ける、起きることがない最高の最高級のお守りを作っています。うーん。裏社会の人たちにとっては法外な値で金額で取引はされていますが、君はうーんこう臭くない。うん。臭くないというのは死んでない。私が取引する人たちは目の奥が死んでいる。死んだらもう腐るしかないですよね。だからいつも言ってるんですよ。でもそういう人たちほど感情が豊かになる。それはなぜかだと。なぜだと思います？ごめんなさい。いろんなことを聞きたいんです。こうやって一般の人と話すのは久しぶりなので。うん。そうです、それ。それが赤い蝋人形。んほう。なるほど。ただの美術品がなんでそれほどの力を持つのか不思議に思ってる。ああ、手に取ることはおすすめしません。それも依頼主からの思いを今形にしているので、手に取るとその思いがあなたに移ってしまう。本人でないとダメなんです。表向きはそうですね。うーん、魔除けということになっていますが、
迷い込んだ。みんなそう言うんです。気がついたらここにいる。でもそれは自然とあなたが望んだことなのかもしれない。ここは必要になった人にだけ現れるお店。心の中で何か負のもの、嫌なこと、逃げ出したい今、起こってほしくない過去、未来、その先、あったりするんじゃないんですか？未来が、自分の起こしてほしくない未来が予防できるなら、そう思ったことありませんか？あなたは純粋ですね。少し怖いと思いながらも私の話をここまで聞いてくれる。気をつけてください。世界に入りすぎると高い壺も買ってしまいますから。まあでも、ああいう高い壺には価値はないんです。でも、一番大事なのは誰から買うかだったりするかもしれませんね。神を信じるか信じないかは人次第。じゃあ何が大事か。信じた自分がどれだけ自信を持って前に進めるか、それが本質だと思うんです。わかります？私の言ってること。特別ですよ。ほら、さっきまで蝋人形を作っていました。私の指先、見てごらんなさい。ほら。もう仕事をしすぎると職業病なのか指先についたこの赤い蝋が取れてくれないんですよね。そう。ほら。まるで生きている人間の血でもついているような。鋭いですね。君のその不吉な予感は、この忌むべき町においては何よりも正確で、最も正しい判断で、とても大事な思考です。一歩引く。危険だと思う。そのセンサーは、より、この町の存在を濃くする。そのセンサーがなかったら、今もうこの町に人はいませんからね。そういう距離感、すごく大事です。最も真実に近い美しい感性だと私は思ってる。ね。まあ、真実を教えてあげましょう。最初の言った帰国という能力、何があるのか。大丈夫です。能力の開示。それをすればするほど、色濃い赤い蝋人形を作ることができる。ただ、それだけ。見てください。これはまだ赤くない白の蝋人形。手に取ってください。大丈夫。この蝋人形の芯、これにはかつて生きていた人間が形として閉じ込められているんです。
そう。人生を変えるには、人の人生をね、等価交換ってやつですよね。でもこれも難しいんですよね。2種類に分かれるんです。本意か本意じゃないか。これが難しい。本意だった場合、確実に自分の人生を変えることはできる。でも、本意じゃない。本意じゃないというのは、もう無機質になっていたりとか、そうだな。望んでいない場合、その場合は、このお守りの効果は、そうですね、現代で言うと20%ぐらいの確率で防止できる。それぐらいの数。でも、ただ、その中に固めたわけではない。私の帰国の技術を用いて、魂を肉体ごと、牢に誘拐、固定をしているんです。見てください、この、まがまがしくも、美しい火色は、血そのものではなく、彼らが極限の恐怖と私に救われる恍惚の中で絶命した瞬間を放った。生命の残留、いや、思念じゃないですかね。もちろん今触っているものには意識はないですよ。でも意識がなくなった後に強まるものもある。それが、そうですね、残留思念ですかね。安心してください。私は一般の人を相手にはしていないと最初言いました。裏社会のみんな、命は二の次の世界なんです。そこでただ私は商売をしているだけ。この帰国という能力を使って。この家だって裏社会関係の人じゃないと訪れないのに、君が訪れたということは、あなたが思うものもそれ関係に乗ってしまうのか。かわいいかわいいお嬢ちゃんがそんなことを思っているなんて。人間って面白いですね。さあ、どこまでが作り話で本当の話かになってきますね。今手に持っているのは蝋人形なのか、人間か、人間じゃないのか。でも見れば見るほど、触れば触るほど重くなっていきませんか？でも私の答えは決まっています。彼らはすでに人間を超越した存在です。私は人をその上のものに昇華することができる。生きている人間はそれで老いや腐敗、
生きているだけで脆く崩れていくと思うんです。耐え難い悲劇、常に隣り合わせの不完全な存在だと思いませんか？私は彼らの人生における最も輝かしい瞬間、ほころび、ここに閉じ込めているんです。ローという普遍の器に閉じ込め、救済している。ねえ。だからこそ、この人たちは、いや、この老人形は、持ち主の浴びるはずだった薬剤を、その身にひび割れを作りながら代わりに食らい、絶大な効果を発揮するお守りとなる。何を言っている？理解できる？お守りが限界を超え役目を終えた時、中から乾いた血の粉がこぼれ落ちますね。そしてその持ち主は自動的に私の次の素材として選ばれるんです。これは誰にも言っていない、実によくできた循環だと思いませんか？やはり全ては等価交換だと思ってるんですよ。それは私とあなた、私と契約者の間にもそれはある。もちろんそれがお金といえば確かにそうですが、それは依頼料ですよね。だから人生を変えるほどの物事っていうのは、そうだな、私も誰かの人生が欲しいと思うと、その循環がすごくしっくりくると思うんですね。泥にまみれた強欲な悪党ども、私の手で美しい美しい赤い老人形に生まれ変わることで、初めて他者の役に立てるんですよ。ね。恐怖もありますが、理解もできますよね。だから伝えたんです。しっかり話を聞いてくれそうだなって思って。そして私はこの仕事を狂気ではなく、美しくも残酷な世界における絶対的な救済の儀式として誇りを持って行っていますね。私の好きな哲学者アルトル・ショーペンバウアーは言ったんですよね。存在することはそれ自体は罪悪であり、生とは苦痛と退屈の往復運動であると。生きているだけで罪ならば、その生も最も美しい瞬間に終わらせてあげることこそが最大の慈悲であると、私は本気で信じているのです。
私の愛するリンドウの花言葉は、あなたの悲しみに寄り添う。そして、ダリアは裏切りと言うが、私の美徳がすべて、その花たちに詰まっています。改めまして私の名前、リンドウダリアと申します。おいで。美しいですね。ねえ。あなたはどちらになりたいですか？それとも、もう、蝋人形側でしょうか？おっと。リンドウダリアを返して。この工房の奥で何も知らずに静かに眠っている私の助手のことですか？リンドウダリア、素敵な名前だ。挨拶遅れました。ビクトと申します。でも見た目も声も一緒なんですよ。これじゃダメですか？リンドウダリア、なんて美しく残酷な名前だ。私の愛する二つの花が体の中に溶け合っているみたいに。青紫の成熟と、そうだな、情熱。それはまるでいつか私の手で赤い蝋人形という究極の芸術に生まれ変わる日を運命か否か最初から約束していたように。でもいつから気づいていたんですか？目の前にいるリンドウダリアはリンドウじゃない、ダリアでもない、誰でもないという真実を。安心してください。彼は壊れ物のように繊細な心を持ち、この町の薄汚い悪行、汚れから死に物狂いで守りきる。ですが、誰かと笑い合ったり、私以外と不純な世界に触れて、その清らかな魂が少しずつ濁っている様子を想像するだけで、私の胸は引き裂かれそうになる。知ってましたよ。リンドウダリアは、あなたを愛していた。憎いですね。あれ？手元に持っている人形は、誰を示すんでしょうか？その白い蝋人形は、誰だと思いますか？感じたことはありませんか？目の前の好きな人が、年を追わず、
最後まで死に際まで一緒にいれたら、そんなことを。今それを持ち何も望まないのであれば、死まで一緒に迎えることができるんです。彼の一番乗りに乗った、あなたのことを愛していた記憶、それとともに死ぬことができる。怖いと思いながら悪くないと思った君の表情は美しい。おお、狂ってる。いえ、これは純粋な救済なんです。私にとっての愛は相手を消費することではなくて、最も美しい瞬間のまま時間をピン止めして独占するということなのですからね。救う方法ありますよ。この帰国にも救済する術がある。この落ちた蓋のように、落ちてもまた落ちた人を見た、落ちた人が、落とした人がこうやって拾って元の位置に戻せばいい。でもリンドウ・ダリアがそれを望んでしたとしたらどう思いますか？あなたの人生を知り、そうだな、あなたが望まない世界があるのなら、リンドウ・ダリアは自分の命をもってあなたを救うと。病ですか？うん。余命があると聞きました。どこからかそれを聞いたダリア君は、あなたのために命を打った。一番心が痛いです。私は裏社会の人間、それを労に変える時間は特に何も思わない。でも誰かを救おうとして自分から望んで蝋人形になるには、自分は心が痛い。人の人生は自分の人生を使わないと変えることができない、それの究極系だと思うんです。日々生きていく中で自分の人生を削らないと人の人生は変えられない、そう思う中で、あなたはどう思うのか。
そう。みんな泣かないでください。本人が望んだことですよ。人間に戻すには、それは作った芸術をできる前の絵の具に戻すということでしょうか。できた美しいものを素材に戻せとおっしゃるのでしょうか。それともこの瞬間を私の帰国で固定してあげましょうか。そうすればこの工房の新しいお守りとして生まれ変われる。リンドウダリアと隣にいながら生涯を共にできる。どうですか。さあ、おしゃべりはここまでです。扉の鍵はすでに閉めてある。ほら、私の愛おしい愛おしいリンドウダリアが待つ奥の部屋へ、あなたも来なさい。嫌だ。うん。一つだけ方法があります。この世界では似つかわしい方法でそれを叶えたことがある人は誰もいない、そんな世界。単純で明快、思いをあふれ、その人形を持ち、無機質な体に愛していると唱えるんです。でもこの世界ではありえない、疑いがあるから。だからこの能力には効果がないし、誰も試したこともない。私だって知らない。でもできるらしい。試してみますか。それとも黄色の鎌の前に連れて行きましょうか。その人形を完成させるんです。そうすればもうあなたの手元からリンドウダリアという人形はなくなりませんよ。さあ、どっちを選ぶ？人間としての彼を選ぶか、蝋人形として一生これからも過ごす世界を選ぶか。意思疎通はできないけど、これ以上の幸せと不幸は感じなくて済むんです。さあ、選んで。あなたはどちらを選びますか。はい、ありがとうございました。私、ビクトと申しまして、そして、お名前、リンドダリアと申します。ありがとうございました。イェーイ。イェイ。ということで、ちょっとこう頭の中にあった蝋人形、帰国
という力を使って、人間を蝋人形に入れ、お守りにし、で、そのお守りは、厄災、その人に来る、持った人に来る厄災を跳ねのけることができる。人の人生は自分の人生を使わないと変えることができないということの究極系を頭の中にこう入れてあったので、ちょっと長くなっちゃったけどやってみました。いやーでもちょっと自分の中でリンドウダリアをどうするのか、正直最初からリンドウダリアで行こうかなって思ってたんだけど、もう本当に途中からリンドウダリアが囚われててっていう形にしてみようかなと思い、何がハッピーエンドなのか。好きな人は手元にずっと置いておきたい。でもコミュニケーションが取れない。どっちを選ぶか。すごく究極系だと思うんです。手元に置ける。もしくはコミュニケーション取れる。もちろんコミュニケーションが取れるということ、話してくれるということはすごく素敵なことではあるんだけども、一緒に生きているといいことも悪いことも感じて、でも手元に人形であれば悪いことは起きない。いいことも起きない代わり。それが人によって良いと感じる。そんな話で、最後はあなたにお任せするというね、改めて存在の大切さや、なんて言うんだろうね、そういう存在っていう大切さを形にした作品にしてみました。すごくやっていて楽しかったです。そして最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。自分はなるべくバッドエンドにしたくない。でも考えさせられるようなハッピーエンド、あなた次第で起きるハッピーエンドなら大好物なんで、すごく楽しかったです。改めてご視聴いただきありがとうございました。そして今日もお疲れ様です。もしよければ高評価ご感想待ってます。ではまた待ってるよ。蝋人形が欲しいときは俺に伝えてね。またね。あれ、まだ一緒にいたいんですか？おいで。イエー。リンドウダリアはずーっと消えないよ。大好き。また。おっと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 。ごめんね。いや、最後に伝えてもらおうかなって。俺のこと愛してる？君の愛してるがあればいくらでも生き返るよ。俺も愛してる。